は長谷川の72分の1スケール F105 でサンダーチーフの仮組みを行います。 F105、投稿者の世代ですとエリア88で有名ですね。そうそう、ベトナムから来た傭兵グエン・バンチョムの蒸気、通称トンキンワンの人食い虎ね。コミック版のパーソナルマークは翼の生えた虎、胴体後部の一部が虎柄に塗られていた。フライニングタイガースに似ているわね。センチュリーシリーズの一つとして有名だけど、投稿者はエリア88がなければ知らなかったかな。 F105 はどのような機体だったの？ F105 サンダーチーフは1950年代から1970年代にかけてアメリカ空軍が使用した超音速戦闘爆撃機なのだ。超音速戦闘爆撃機？核兵器を搭載しての高速進行を目的に速度、航続距離、爆弾搭載量を重視して開発されたみたい。超音速で敵地に侵入して投下するわけね。結局敵防空網が急速に発達したことにより撃墜されるリスクが高まったことと、ふむふむ。ミサイルの進化によって航空機で投下する必要性が低下したのかな。そうなると運用方法に変化が出てくるわけね。そうそう、通常兵器による精密爆撃に変わったみたい。ベトナム戦争での活躍ってことね。北爆ってやつですね。主に地上攻撃任務を担当した。被害もすごかったとか。生産数は833機で382機をベトナムで失っている。損耗率が高いわね。ただ頑丈さも評価されていて、被弾の地の帰還事例も多かったみたいね。 F105 のパイロットは最も過酷な空戦任務に従事していたとも言われているのね。ベトナム戦争後半になると電子戦装備を満載した F105G が登場する。 F105G ワイルドウィーゼルね。運用目的は敵の地対空ミサイルや高射砲の破壊。破壊？これまた危険な任務で敵のレーダー波を誘発して逆探知をしてふむふむ。対レーダーミサイルで制圧するという任務。でも敵のミサイルも飛んできますよね。自分も痛手を受ける代わりに相手にそれ以上の打撃を与えるってことかな。肉を切らせてなんとやらですね。 F105 デイの方は1970年代初頭から退役開始、 F4 や F111 に交代したみたい。 F105G ワイルドウィーゼルは1975年まで現役でワイルドウィーゼル任務で活躍したのだ。それで長谷川以外からも出ているの？1958年のモノグラムが最初かな。結構前ね。モノグラムは1984年に F105G も出している。ワイルドウィーゼルね。そして1966年に飛行機の長谷川から発売。これが今回紹介するキットなのだ。これまた古いわね。長谷川版は UPC、フロック、AMT、ミニクラフト、エールズに OEM されている。さすがは飛行機の長谷川、聞く手あまたってわけね。1983年にはエアフィックスからも出ている。こちらは複座型の F105F かな。こちらは MPC にも OEM されてますね。MPC はワイルドウィーゼルだけど1988年にはレベルからも出ている。これはモノグラムと同じようですね。最後はトランペッターからで2007年に発売された。こちらが最新キットとなるわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストはまさに着陸した F105 でサンダーチーフなのだ。ベトナム迷彩ですね。爆撃任務の後ってことかしら。では中身を開けていくのだ。今回はお手付きキットですのでご了承ください。グリーンのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。第23戦術戦闘連隊、第56戦術戦闘飛行隊所属機、第388戦術戦闘連隊、第34戦術戦闘飛行隊、デイビッド・ B ・ウォルドロック注意機。同じく第388戦術戦闘連隊、第34戦術戦闘飛行隊、ポール・ P ・ダグラス大佐機となる。なるほど。部品点数は45点。初期長谷川キットですが部品点数はそこそこありますね。では長谷川の72分の1スケール F105 でサンダーチーフの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は1パーツのみというか座席のみなのだ。ケーキパネルはあるのですか？今回のキットにはないんだけど金型回収板にはついているようです。吸盤は台仕事貼るわけね。そうなのだ。パイロットはついてますね。操縦席も簡単な作りなので乗っていただいた方が良さそうですね。次はエンジンですね。
と言ってもエンジンノズルのみ。切り出したら終了ね。そうなのだ。次はエアインテーク口ですかね。エアインテーク口は境界層板を切り出す。今回はお手つきなので、すでに胴体に貼り付けてますね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。貼り合わせたら切り出した境界層板をつけるのね。機種に仕込む重りは 5g の指示。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドとなる。この頃の標準的なモールドですね。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ2パーツ構成。上下貼り合わせとなる。貼り合わせたら胴体に差し込むのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席の開閉選択ができない。押しピン跡が残念ですが、透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右飛脚。飛脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ですね。前脚は3パーツ構成となっている。前脚とタイヤの構成ね。こちらも胴体に接着するカバーがあるのだ。最後はアクセサリーなのだ。ふむふむ。まずは増装から。胴体下の増装は左右分割ね。主翼下は左右分割にパイロンがつくのだ。なるほどね。胴体下の増装は演習用爆弾も選べるのだ。次は空対地誘導ミサイルね。ミサイルは AGM-12 ブルパックかな。左右主翼下に1本ずつ吊るせる。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール F105 でサンダーチーフの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。初期長谷川の金型となるキット。当時の標準仕様の凸モールドだった。パーツの合いはどうでしょうか。パーツの合いもよく組み立てやすいと感じた。プロポーションは実機の独特な丸太のような胴体とスマートな交代翼をきちんと再現している。なるほどね。特に側面から見た時のラインがいいですね。その反面コックピットは簡素ですね。ここはレジンパーツなどのアフターパーツで対応するのかな。今だとトランペッターが一番新しいのかしら。トランペッター版は精密なモールドと豊富な兵装が魅力みたいね。そちらもいずれ取り上げられたらいいですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。